はい、皆さんこんにちは。植物系太極拳インストラクターのたのみです。はい、今回ですね、これ見てください。どんぐりの木なんですけど、すごくないですか？新芽がね、出てきたんですよ。これですね、栃木国体があった時に、閉会式だったかな？開会式ですね。ブルーインパルスが飛んだんですよね。で、ブルーインパルス見たいなと思って会場まで行ったんですけど、あの時コロナのあれかなんかで会場入れなくて、事前予約した人しか入れなくて、僕は普通の道で見たんですよね。で、ブルーインパルス無事見られて、おおすごいと思って、で帰り道ですね、公園の横の道だったんですけど、もう道路にいっぱいどんぐりが落ちてて、でみんな歩いていくとこで結構踏まれちゃってて、でもなんかどんどんどんぐりが潰されているところを目の当たりにしてですね、僕ちょっとかわいそうだなと思って、どんぐりちょっと綺麗なやつ避けてあげてたんですよ。一個だけなんかちょっと輝いて見えたどんぐりがあって、なんか僕を連れ帰ってよみたいなのを感じて、分かった、連れて帰ったるからなって言って持って帰ってきて、去年の3月、やっぱ今ぐらいの時期に芽が出て、で、このぐらいまで成長して、であと冬寒くなって、で冬越しできるかなと思って、ちょっと難しいかもなと思ったんですけど、やっぱりね、取り込むっていうとこれ自然のものなので、やっぱり自然の環境に慣らせてあげないとダメなんじゃないかと思って、僕はこいつをですね、このぐらいの冬の寒さに耐えられないようじゃダメだぞということで、あえて外に置いて、でもちろん水はねたまに、冬なんであんまりあげなかったですけど、これね、園芸やってる人だったらね分かると思うんですけど、この瞬間がすごく嬉しいんですよね。はい、ちょっとこれからが楽しみで、ちょっとあんまりね僕なんか手入れとか苦手なんでどうやっていいか分かんないんですけど、これちょっと手入れこうやった方がいいよみたいなのある人いたらコメント欄で教えてください。はい、全く太極拳とはこれ関係ない話でしたね。はい、ということで太極拳の話をしていきたいと思うんですけども、今回やるのは炎章言対ですね。総合太極拳だと増鈍上から押さえて、で分け開く、そして打っていくという動作になります。でまずはですね、これちょっと動画を見てもらってからにしたいと思うんですが、1個目がですね、これが僕が多分10年前ぐらいですね、10年前ぐらいのやつで、ちょっとぎこちないですよね。ちょっとなんか手も開くのもぎこちないし、持ってくるのもちょっとカクカクしてると、こういう感じっていうのと、あともう一つ、こっちが僕が比較的これ最近去年か一昨年かのやつなんですけど、スムーズに動いてると思います。でこんなんですね、これ何が違うのかと、やってることは同じなんですよ。ただこれ何が違って柔らかく見えるのかどうかというねところを今回は紹介したいと思うんですけど、これポイントが2つありまして、まず1つ目なんですけど、この介護が使われているということですね。介護があると胸の開きと胸の閉じ、これ手で動かしてるわけじゃないんですよね。胸が開くから手が動いて、で胸が閉じるから手が閉じる。これがまず一つ使われているということで、もう二つ目なんですけど、体の連動ですね。例えば腰が回転すると手も動くと。今ちょっと正面からだと見づらいかもしれないですけど、この右手が前に出て、で左手が後ろにスライドするんですよ。これ当たり前のことではあるんですけど、これ例えば力が入ってると動かなかったり、動かないことはないかな、きちんと動かせるかどうかっていうところがまずポイントの一つです。じゃあどうやったらその介護とかその体の連動ができるかという話なんですけども、これ簡単なんですよ。介護はまず手を出してください。でこれで思い切り鼻から息を吸います。はい、これだけで手動きましたよね。これが介です。で次息を口から吐きます。はい、そして閉じますよね。これがゴーです。でただしこれはあくまでやり方の最初のステップですね。最初のステップなんで、ただ息を吸って胸もねちょっと張ってやっちゃってる。でまたこうやって、でこれは厳密には正解ではないです。正解の位置っていうのはこうやるとこのぐらいで、これぐらいなんですけど、この感覚を分かるためにはまずは手を動かさずに手が動くっていうのをまず知る必要がありますよね。なのでまずは胸張っちゃってもいいので、ここからこれは感覚
手を動かさないで手が動くという感覚をまず分かってください。そこから徐々に自分でこれだと胸張りすぎかな、ちょっと控えめにやろうかって言ってどんどん調整していって、正しい位置、このぐらいの位置ですね、正しい位置に持っていくということが大切です。2つ目なんですが、この腰の回転とともに体が連動していくというこの方法、これはもうすぐできると思います。多分ちょっとこう力を抜いて、で腰回転させてみてください。こうすると誰でも多分できると思います。これは立ってやれるんだったら立ってやった方が分かりやすいです。で、僕みたいにね椅子に座ってやってもらってもいいので、こう力を抜いて、でこうやって回る、ちょっとそっちからだと見づらいかもしれないけど、これ右手が前に行って左手が後ろに下がってます。で逆に右を向いた時は左手が前に出て、で右手は後ろに来ると、こういう関係性、これが炎症ゴンツイでも使われるし、他の太極拳他のね、例えば24式太極拳の動作でもこれは使われてます。今回はその辺を紹介したいと思うので、またねちょっとそっちのスペースで実際やって紹介したいと思います。はい、ただちょっとあれですね、今喋り疲れちゃったんで一回ちょっとお茶休憩にしていいですか。アレクサ、ちょっとお湯沸かしてくれる？アレクサ、お湯沸かして。うちにアレクサはいないんだったな。はい、じゃあそれではですね、次は炎症ゴンツイの足の出し方ですね。通常習うときはですね、例えば総合太極拳ゾウドンジャオから行くときはこうしたら足を滑らせるように出すんだよと習うと思います。でこの滑らせるっていうのが多分ね難しいって方多いんじゃないかと思います。僕は難しかったんですね。でじゃあどうやったらうまくいくかというと、まずね悪い例を2つ紹介します。1つはここからこうドスンともうこっちに乗っちゃうパターン、これは前引きになってしまうんで、これはダメです。まずですね炎症ゴンツイというのはちょっとこう構えが入るんですよ。この構えっていうのをやってそれから分け開くということになりますので、ドスンはダメです。でもう一つ、ここからここのままこうやって持っていくパターンですね。これはちょっとはなるんですけど、あんまりずっとこっちのままいると結局ここから1、2で構えに持っていく形になりますよね。そうするとこれもあんまり良くないです。というのはなぜかというと、武術ってあまりこう1、2で攻撃とかそういうのないんですよ。だいたいねパンチを出す時もこう1、2ってやらないじゃないですか。だいたいこうもう1でこうやりますよね。我々の武術っていうのはやっぱり1の時には相手に届いてないといけないんで、ここももう1でここにいたいんですね。なのであんまりこうやってからこういくってことはないです。ただ低くやるときにちょっとなんかこうそう見えることがあるんですが、あれはちゃんと軸が移動してます。例えば低くやりますけど、ここからこういうふうにねこっちに、ちょっと靴下なんで滑るんですけど、こっちにちゃんと軸が移動してこう構えがあって、そこから分けるっていうふうになってます。なので1でここまで持っていくようにしてください。はい、で、この2つがダメな例ということになって、でじゃあ正解はどうやるのかというと、今言ったようにですね、構えの位置に持っていくんですけど、そこへのですね最短ルートで持ってってあげたいということですね。今言った武術的には回り道をしたくないんですよ。最短で行きたい。で今ここが正しい位置っていうのが分かってますよね。でここも正しい位置っていうのが分かってる。であればこことここを結ぶ最短ルートっていうのを自分で作ってあげればいいんです。だからここからこれが正解の運び方です。でただこれだとぎこちないと。じゃあどうやって持っていくかというと、これはちょっと難しいかもしれないんですが、緩みを使います。こうふーってね、こう息を吐いて緩む。これを使うとこういう風な感じ。これでここに持っていくということになります。さっきね低くやったのも同じで、こっからこうやってね持ってってあげると、そこから分け開いていくという、こういう流れになります。はい、これが足の使い方です。で、まとめをすると、さっきやった上半身とですね下半身をまとめると、ここからスーッと持っていく。でちょっとこう分け開く。でここで腰の回転があります。こっち
ちにこういう回転があるんで、そうすると手の関係っていうのはこうなるって言いましたよね。こういう関係になるってことは、こう開け開く。でここで回が発動するわけ。回が発動して、で今度腰逆にこっちに回ります。さっきので言うとこういう関係だった手がこういう関係に戻るってことですね。なんでここでこうなったのが、こっちにこういう関係に戻りつつ、ここでゴーっていうのが発動して、でこれで打っていくという流れになります。でこれですね、炎症5対だけじゃなくて、コメント欄のねご質問でもありました玄武の動作とかですね、例えばイエマーフェンゾンがあります。ちょっとこれ逆のイエマーフェンゾンなんで玄武難しいんですけど、で玄武をするときなんかぎこちないんですっていう場合、例えばね失敗例として多いのが、例えばこう伸びてっちゃったりとか、あとあるいはこうなんか下にこう向かってここを入れようとするあまりですね、こう持ってっちゃったりとか、なんかそうするとこっちの足がどうしたらいいか分かんないみたいなのよくあるパターンなんですけど、これはしっかりとこの定型イエマーフェンゾンがここが正しい位置だっていうのは分かるわけです。で逆にじゃないか、玄武ここが正しい位置って分かるわけですよね。ここの位置とここの位置を最短ルートで結んであげる。こうなったらはい、これでいいわけですよ。なんでその失敗してしまう原因って目的地がよく分かってないってことが多いんです。ここから玄武します。どこが目的地だっていう、そこで迷ってしまうから分かんなくなっちゃうんですね。なのでまず目的地しっかりここに持っていくっていうのをはっきり決めましょう。でそこにここからじゃあ最短ルートで持ってってあげる。こういうふうに考えれば迷うことはなくなるし、多分やりやすくなるんですよね。なのでちょっとねポイントとしてね押さえてみてください。はい、で通路としてはイエンショのゴンツイも構えるには構えるんですけども、それはもう一瞬構えたらもうスッといって、ここでもう打つという感じで、もうここはもう一瞬ですね。なんでそこまでね、なんていうんですか、ちゃんと構えてってでここでちゃんと連動させて、で回をやってとかね、細かく考えなくてもいいです。ただそういうことを頭でね意識しながらやるとちょっとやりやすいですよという、ポイントコツとしてお伝えするという感じでですね、実際やるときはもう流れるようにやってください。はい、以上が、介護の動作と、それから体の連動ということを説明して、今回はねイエンショゴンツイという技で説明したわけですけども、あらゆる技で同じ体の使い方が使えますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は介護の動作ですね。介護の動作とこの手の連動ということで紹介しました。で、イエンショゴンツイというね技を使って紹介したんですけど、これどんな動作でも同じことがやるんで、例えば、24式太極拳の例えばあれですね、ランチュエ、左ランチュエから右ランチュエに行くとこあるじゃないですか。ここからこう後ろに行って、でこう開きますよね。これってこういった後腰の回転でこう持ってくることってないじゃないですか。必ず腰が回転すると手って開くじゃないですか。はい、ここ回の動きが入ってます。で今度ボールを抱えるときこう持ってきますよね。ここ回でゴーってくるわけですよね。こういうところでどんなところでもこうやって使うことができる動作になりますので、こういう意識ですね、意識を持ってやってみてください。はい、で今回は以上となります。はい、あとそれからですね、忘れちゃいけないのがチャンネル登録、それから高評価ボタンですね、こちらもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。